こんにちは、みすずです。今日は豚こま入りの大根餅をご紹介します。大根おろしを片栗粉と玄米粉で固めて作る周りカリッと中もっちりとしたお餅です。豚肉入りでボリューム満点ですよ。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。材料はこちら。今回は豚こまを使いますが、薄切りでもいいですし、ひき肉を使っても OK です。また、ベーコンやソーセージなど加工肉にしたり、ツナ缶でも作れますよ。お野菜だけで作ったり、代わりに切り干し大根加えたりしてもまた風味が変わって美味しいです。では、作り方です。まずは豚こまを切りましょう。細切れ肉 200g 使用してます。小さめにカットして塩を振りましょう。小さめにと言いながらこれは結構大きめに切ってるんですが、大きめだと豚肉の食感が楽しめるし、小さめに刻むと全体にまんべんなく行き渡りやすくなります。では焼きましょう。フライパンを熱して油を敷いて豚こまを並べ入れて焼きます。ここでもしっかりとお肉に火を通します。肉の色が変わったら向きを変えて、全体肉の色が変わったら取り出します。豚肉が熱いとこの後混ぜにくいので、しっかり冷ましてから使用しましょう。なので一番初めに焼いてあげてください。フライパンはきれいにしておきます。大根をおろしましょう。大根1/2本、今回 700g のものを使ってます。皮を剥いてすりおろします。大根をすりおろすのは結構力がいるので、フードプロセッサーなどでガーッとやってもらってもいいですよ。またこのままだとシャビシャビなので、ざるに厚手のペーパーを敷いて下にボウルを敷いておいて、そこで水気を切ってあげてください。ギュギューと絞る必要はないですが、ある程度水気が切れるようにしておいてあげてください。残りの大根も同様にすりおろしていきます。フードプロセッサーですりおろすよりもおろし金で自分ですりおろした方がちょっと優しい味になるので、個人的にはこっちの方が好きです。はい、全部すりおろせました。お水が結構出てます。このまま浸しておくとなかなか水が切れないので、別のボウルに変えてしばらく置いておいてください。残ったお汁は汁物に使ったり鍋料理に使用したりしてあげてくださいね。ネギを切りましょう。細ネギ2本小口切りにします。ネギの代わりに春菊やニラなど加えてもらってもいいですよ。緑のお野菜が入った方が彩りが綺麗です。では混ぜていきましょう。水気を切った大根に片栗粉大さじ4杯、玄米粉大さじ4杯。これは米粉でも薄力粉でも全部片栗粉でもいいです。細ネギの小口切りと黒ごま、桜エビを 4g ほど加えて混ぜ込みます。お粉の量は大根の汁気によって変わるので、混ぜてみてもし緩かったらもうちょっと粉を足してあげてください。逆に入れすぎちゃった生地が硬い場合は、大根の絞り汁をちょっと加えて緩ませてあげてください。均一に混ざったら豚こまを加えます。ひき肉の場合も同様でここで加えて混ぜ込んでください。シートを敷き込みましょう。大根餅は直接フライパンでそのまま焼く方法もありますが、一回生地を蒸してあげてから焼いてあげた方がもっちり仕上がるので、私はこの方法が好きです。スクエア型にオーブンシートを敷き込みます。型よりもちょっと長めにシートを切ってもらって、ここの辺に合わせて4辺を折ります。こんな感じですね。パタパタと折ってもらって、これだとちょっと側面が高すぎるので余分なシートをカットしましょう。この型は20センチのスクエア型を使ってます。広げてもらって折り目に互い違いに縦横縦横と切り込みを入れます。こんな感じですね。風車状態。これを互い違いになるように折り込んでもらって、中外中外っていう感じですね。で、種を敷き込みます。上からギューギューと押さえて、しっかりとギュギューと詰まってるような感じにしておいてあげてください。ギューギューと詰め込めれました。では蒸していきましょう。28センチのフライパンを使ってます。フライパンにお湯を適当に沸かしてもらって、その中に型を入れて蓋をします。実はこの蓋ね、閉まってなくって、この20センチの型が入りきってないんですけれども、まあ大丈夫です。蓋をして再沸騰したら、弱め中火にして10分ほど蒸してあげます。生地の中央に弾力があれば OK。 取り出してあげましょう。フライパンのお湯は破棄して鍋をきれいにします。
カットしていきましょう。蒸し上がった大根餅はべっとりしていてちょっと切りにくいので、少し冷まして粗熱取ってからの方が切りやすいですよ。3つに全部で9つになるようにカットしています。サイズや形はお好みで長方形にしてもらってもいいですし、お好きなように切ってあげてください。大根餅なのでやっぱり四角く仕上げたいなと思うので、スクエア型で蒸す方法が私は好きです。では焼きましょう。先ほどきれいにしたフライパンを熱して、今度はごま油をちょっと多めに入れてあげてください。片栗粉が入ってるので油を結構吸います。なので少なめだと生地がこびりついちゃうので、多めの油でこんがり焼いてあげるといいですよ。一回蒸しているので、もう中まで火が通るとか考えなくて大丈夫です。ただ焼き色がついたら OK です。裏返す時にちょっと焼き色が剥げてしまいましたが、気にせずにいっちゃいましょう。反対側もこんがり焼けたら取り出して、残りも同様に焼いていきます。油が足りなかったら途中で足してあげてください。こんな感じですね。こんがりと焼き上がりました。今回は焼き上がりに塩を振っていますが、例えば酢醤油をつけたりケチャップでもいいですし、何か他の味付けで食べてもらってもいいですよ。スイートチリソースなども合います。これで出来上がりです。熱々をぜひ召し上がってください。器に盛りましょう。今回は塩を振ったので何もつけずにもうこのままいただきました。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は周りカリッと中もっちり豚肉入りの大根餅をご紹介しました。中華料理屋さんに行くと昔は必ず大根餅を頼んでました。もちもちとした大根がとっても美味しいんですよね。またお好みの食材に変えても作れるので、ツナを入れたりベーコン入れたり、お好きなお野菜入れたり、切り干し大根入りも美味しいですし、あとひじきなど加えてもいいですよ。お好みの食材を混ぜてお楽しみください。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。